皆さん、こんにちは。まなみです。今回は最近のスキンケアルーティンをご紹介していきたいと思います。前回、スキンケアを撮影したのが数ヶ月前だろうなと思っていたんですけど、確認してみたらなんと半年前でした。ずっと顔のかゆみとかが続いていたので、スキンケアも少し変えてみたりしているんですけど、敏感肌プラス混合肌向けっていうのは変わっていないので、肌質が似ている方にぜひ参考にしていただけたらなと思って撮影をしております。一応今の肌をお見せしておきますとこんな感じです。最近は肌の赤みがバーッと出ることもあまりなく、かゆみもだいぶ収まっていて、全然まだ日中かゆい時とかもあるんですけど、前よりは頻度が減ったなっていうのと、かなり肌の調子が安定してきたなと思ったので撮影をしております。ただ赤いプツプツしたニキビとかはちょっとできたりはするんですが、だいぶ良くなりました。はい、ということでまずは夜のスキンケアからご覧いただこうと思います。どうぞ。それでは、ナイトスキンケアルーティンからお見せしたいと思います。まずはこちらです。ヒロインメイクのマスカラリムーバーを使ってマスカラを落としていくんですけど、落としづらい下地とかマスカラを使っていて、ウォータープルーフのものを使っているので、こういうのをつけないと落ちないので、メイクをした時は絶対にこれを使っています。これはですね、すごく塗りやすいんですよ。他のマスカラリムーバーもいろいろと試したことがありますが、やはりこれに勝るアプリケーターがなくて、これに戻りますね。コームの目が細かかったりすると、まつげに引っかかってしまって、スルッと塗れなかったりするので、こちらを使っています。いつもは塗ってから服を脱いでお風呂場に行って、そこでクレンジングオイルをするんですけど、油脂クレンジングをご存知の方はもう、これは何回も見たことがあると思うんですけど、エリデン化粧品株式会社のクレンジングオイル E です。植物油とかをメインに配合していて、これはですね、肌に優しくて、ずっと使い続けていると毛穴とか角栓にもいいっていうクレンジングなんですけれども、私は最近ずっと顔が痒かったんですが、今のスキンケアルーティンにしたら、だいぶ痒みがなくなってきて、肌に刺激のないものを使っているからだろうなと思っているんですけど、これはもう半分くらい使っていますが、やっぱり油脂クレンジングっていいですね。で、前はカウブランドのクレンジングミルクを使っていたんですけど、そちらはかなり洗浄力が低い分肌に優しいんですが、私の肌だとどうしても鼻とかこの頬のこの辺りの角栓が詰まってしまって、ファンデーションを塗った時とかにすごく目立ってきてしまったので、オイルにしたいなと思ってこちらを使い始めましたが、やっぱりオイルなのでザラつきも減ってきてとてもいいなと思っております。ということで使っていきます。いつも2プッシュ半ぐらい出しているんですが、結構多いかもしれません。1プッシュで500円玉分ぐらいは出るので、1プッシュ半でも多いですね。いつもそんなに深く押していないのかな。ちょっと皆さんは適量をとって使ってみてください。はい、結構手のひらにいっぱい出したので、これでくるくるっと角栓を落としながらメイクも落としていきます。アイテープも取ります。ぬるま湯で落としていくんですけど、お風呂場で顔を洗う時って水の温度が高温になりやすいと思うんですよ。手で感じる温度と肌にお湯を当てた時の温度って結構感覚が違うなと思っていて、手でぬるま湯だなって感じても顔の肌につけずにお湯をビシャッとかける感じでやると熱いなって感じることがあるんですね。最近私はちゃんとぬるま湯にしてお湯を手に溜めてからエアで放り投げる感じで顔に当てて熱くないなっていうのを確認してから落とすようにしています。だから今までお風呂場で洗っていたものがぬるま湯ではなかった可能性っていうのが出てきまして、結構熱かったんですよね。なので皆さんもチェックしてみてください。はい。伝わったかな？はい。ということで落としてきます。クレンジングを落として戻ってきました。いつもはそのまま洗顔に移るんですけど、今日は説明をしたいので水分を拭き取ってきました。これ全然乾燥しないんですよね。洗浄力もぴったりでとても気に入っているクレンジングオイルです。で、次は洗顔料ですね。私はもうずっとこれを使っておりまして、ミノンの全身シャンプー泡タイプなんですが、
ボディもこれを使っていて、本当に全身に使っています。ただ最近はこれプラス、ちょっと名前は忘れてしまったんですが、このボディソープも合わせて使ったりしているんですけど、肌が敏感な方におすすめです。で、なぜこれを使ってるかと言いますと、これを使ってると下手に荒れないんですよ。洗顔料も冒険してみたいなと思って、一か八かで使うんですけど、結局痒くなってしまったりとかっていうのがあるので、最近は冒険するのもちょっと面倒だなと思って、これをずっと使っております。これは何回リピートしているんだろうっていうぐらいリピートしておりまして、私はですね、詰め替えは1回までって勝手に決めているので、本体を買ってなくなったら1回詰め替えて、でそれもなくなったらまた本体を買うっていうのを繰り返しているんですけど、これは使っても全然乾燥しないですし、優しいですし、普段は肌負担の少ないパウダーファンデーションを使うことが多くて、メイクもしっかりとこちらで落ちるので、洗顔に洗浄力はそこまで求めていなくて、こちらが私の肌にはぴったりです。ということで一度顔を濡らして洗いたいと思います。濡らしてきました。これはポンプタイプなので空中でできるかな？無理そうです。1回だけ押したんですけど、このくらい出てきます。こんな泡なんですけど、で今日はまだお風呂に入っていなくて、もう夜の11時なんですが、これからシャワー浴びるんですけど、私はですね、シャンプーとリンスをした後に顔を洗って、その後ボディを洗うっていう感じで、顔にリンスとかが残らないように最後の方に洗うんですけど、今日は2回洗うことになりますが、それでも肌負担は少ないだろうなっていう感じの使い心地です。で、普段は本当に20秒も洗顔していないんじゃないかなっていうぐらい、こうつけてバーッと顔に広げてぬるま湯で流しています。なのでもう流してきますね。で、洗顔後はティッシュで顔を拭くんですが、2枚重ねて使っています。次がですね、とってもおすすめしたいんですよ。全然 PR とかでもないんですが、アトバリア365セラヒアルセラムです。これ今もう半分くらいしかないんですけど、この前に1瓶使っていて使い切ってこちらはないんですね。で、気に入りすぎてあと2つ目代わりで購入しました。ストック用と、この同じブランドのナイアシアミド 10% のものも買ってみて、まだ開けていないので今回はお見せするだけにしておきますが、鼻周りとかに使いたいなと思って買いました。話が逸れてしまったんですが、そのくらい気に入っているこちらの美容液なんですけど、最近はスキンケアはこれだけです。化粧水も塗らず、この美容液だけを塗っております。それが逆にシンプルでいいのか、肌が荒れないんですよ。で、かゆみも最近落ち着いているので、とてもいいんですよね。で、こういうスポイト式になっていて、1回でこのくらい取れるんですけど、使用量は3、4滴とかって書いてあったと思いますが、スポイトで1回取れた量を全開に塗っています。こんな透明の美容液で、匂いは原料の匂いかな？全然嫌な匂いとかはしません。すごくみずみずしくて、若干とろみもあるんですけど、全然重たくないんですよね。顔にこう広げて、はい、こんな感じでスキンケアは終わりです。しかも乾燥もしないですし、ちょうどいい保湿感なんですよね。ここにディープハイドレーション&ストレングスニングスキンバリアって書いてあるんで、スキンバリア強化もしてくれるような美容液なのかなと思います。で、これはナイアシアミドも入っているんですけれども、おそらく先ほどご紹介したこちらよりは濃度が低くて、あとグリセリンは入っています。なのでグリセリンフリーをしている方には合わないかなと思うんですけど、確かに以前グリセリンフリーをしていた時より鼻の黒ずみが目立つかなって思ったりすることもあるんですが、でも肌が痒くならないのが一番なので本当に気に入っています。なんか夏になったらもっと軽いスキンケアに変えようかなとかって思っていたんですけど、これが肌に合っていて、かゆみも今のところ出ていないので、これで夏肌荒れせずに乗り切れるか試してみようと思っております。で、しっとりしてちょっとペタッとする感じあるんですけど、この嫌な重たさとか、あと私は保湿力が高いものを使うと肌が痒くなるんですけど、そういったものもないので、私のように肌が敏感で保湿力が高いものだと痒みが出てきてしまう方とか、重たくて塗っている感が苦手な方には
おすすめかなと思います。楽天と9点と Amazon でも買えるのかな？買えますね。なのでぜひ気になる方は概要欄の方にリンクを貼っておきますのでお試しください。いつも新しいスキンケアを試すときって怖いんですよね。これも使い始めたいので腕の内側でパッチテストしておきます。どうなんだろう。保湿力高いんですかね。ベッタベタになる感じではないですが、これはよかったらまたご紹介するっていう形にしようと思います。はい、最近はこんな感じで守りのスキンケアというか刺激が強いものとかは全然使っていなくて、何を使ったら肌のかゆみが落ち着くんだろうと思って試した結果、今のルーティンに落ち着いたので、同じ悩みがある方にはぜひ使っていただけたらなと思います。朝も同じ美容液を使うので洗顔料が違うだけなんですけれども、一応お見せしようと思います。ということでまた明日お会いしましょう。はい、おはようございます。今さっき起きたところなんですけど、これから朝のスキンケアをしていきます。でも顔は濡らしてきたので、早速洗顔料をつけていこうと思います。ちょっと汚いので離してお見せしますね。こちらファンケルのピュアモイスト泡洗顔料 C です。こちらも泡洗顔なんですが、ワンプッシュでこれくらい出るので、2プッシュ取って、これもすぐ洗い流していくんですが、これはですね、昨日の夜お見せした泡洗顔よりも濃密な感じで、皮脂とか汚れを落としてくれるのにぴったりなんですけど、これもそんなに乾燥しなくて肌に優しめなので気に入って、これはリピートしました。アトバリアの泡洗顔もこの前買っているので、このファンケルがなくなったら使おうかなと思っているんですが、あと少しでなくなりそうなので試してみようと思っています。ということで流してきます。洗い流してきました。この後はもうこちらを塗るだけです。で、朝はこの美容液を塗って、で日焼け止めを塗ってからメイクをしていくっていう感じで、スキンケアがシンプルになった分時短にもなっていいんですよね。ということでこれで朝のスキンケアは終わりです。最近のスキンケアをご覧いただきましたが、このスキンケアに加えて普段はパウダーファンデーションを使って刺激の少ないメイク、ベースメイクをしているので、肌の治安維持ができているんじゃないかなと思っております。以前毛穴下地の比較を撮影していた時はクッションファンデを使っていて、普段より顔がかゆいなって思うことが多かったんですけど、パウダーファンデに戻したら落ち着いてきたので、最近のベースメイクが肌負担が少なくて肌に合っているなと感じています。この前アップした Get Ready With Me の動画と同じベースメイクなんですけれども、最近パウダーファンデの色味を変えまして、少し暗い色にしたいなと思って、こちらですね、メイクアップフォーエバーのパウダーファンデの1段階暗い色を最近購入しました。黄身は強かったりしますが、日焼け止めでトーンがかなり明るくなった肌にはぴったりなので、この 1Y08 番を使っております。また動画でお見せできるかなと思うので、今度撮影してみますね。ということで皆様ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。